皆さんこんにちは、エイミーです。今日はゴールデンウィークに家族で横浜に行った時の様子をお届けします。桜木町から歩いて5分ほどのところにあるホテルへ向かっています。チェックイン前に荷物を預けることができるそうなので、まずは荷物を預けてから観光します。こちらの46階がロビーになっています。ホテルの景色はこんな感じです。荷物を置いたら2021年にオープンしたばっかりのロープウェイに初めて乗車しました。観覧車と往復券のセットで買うと少しお得になります。こんな感じで外からは見えないようにプライバシーもしっかりと守られています。子供が一番楽しみにしていたコスモワールドに来ました。観覧車のチケットを先ほどセットで買ったので、まずは観覧車に乗ります。赤レンガ倉庫はゴールデンウィークということもあり、あまりにも人が多すぎたので、この日は横から眺めるだけにしました。そろそろ足が疲れてきたので、大桟橋の中にあるカフェで休憩をしたいと思います。今回はこちらのオーシャンビューが楽しめるオーストラリアスタイルのカフェでお茶をします。店内すごく広くて開放的なので、ゆっくりくつろぐことができました。ソファー席など結構広めのお席もあるので、私たちみたいに子連れでも楽しめるカフェだと思います。私はバナナ&ベリー系のスムージーと、夫がエルダーフラワーのソーダを注文しました。エルダーフラワーは私も大好きな飲み物で、ちょっと爽やかなマスカットのような味がします。結構こういったフルーティー系の飲み物が充実しているところも嬉しかったです。私と主人は今回こちらのカフェが一番お気に入りでした。横浜の海を眺めながら飲むこのスムージーは本当に最高です。デートにもめちゃくちゃおすすめのスポットなので、ぜひみんなも行ってみてくださいね。そしてディナーはやっぱり横浜にせっかく来たので中華街で食べたいと思います。今回食べるのはこちらです。特に小籠包が皮がもっちりしてて美味しかったのと、麺もあっさり系で私は好みの味でした。
このスープチャーハンが結構有名らしいんですけど、なぜかメニューには載っていなくて、店員さんに行ったら注文はできるみたいです。すごい量だこれ。ありがとう。ホテルまで歩いて帰ろうかなと思ったんですけど、さすがに足が疲れてしまったので電車を使います。ただホテルに戻る前にロープウェイに乗るのを忘れておりまして、これからロープウェイに乗車します。夜のロープウェイは少しライトアップされていて、こんな感じです。やっぱりいいですね。夜のロープウェイは絶対に一度は乗ってほしいなと思いました。はい、そしてホテルのチェックインに来たんですけど、その前にちょっとだけ夫がチェックインしている間に私と娘でスタバに来ました。ここはホテルの下の階にありました。ここのスタバはとにかく景色が最高で、こんな感じです。目の前にランドマークタワーやみなとみらいが一望できるというスタバになっています。夜なので比較的人は少なかったです。今日はせっかく横浜に来たので、カロリーを気にすることなく好きなものを好きなだけ堪能しました。素晴らしいね。素敵。モデルルームみたい。やばいこれ。新築の匂いもするよ。うん。綺麗なお風呂ね。でこちらのお部屋49階なんですけれども、ちょっとしたバルコニーがついていて少しお外に出られますが、ちょっと私はタワマン慣れしていないせいか少し怖くなってしまったので、すぐに部屋の中に入ってカーテンを閉めました。アパートメントタイプのような感じのホテルなので、食器類も充実しているし、炊飯器とか調理器具も用意されていて、自宅のように快適に過ごすことができます。あったあった。2日目はチェックアウトを済ませた後、ランチをしに元町へ向かいました。元町にある J パスタというお店です。
私も以前みなとみらい店の方で一度食べたことはあるんですけど、シンプルな味付けが本当に美味しいので今回も食べに来ました。動画は撮り忘れてしまったんですが、ここのサラダのドレッシングがびっくりするぐらい美味しいので、ぜひここに来た方はサラダを注文してみてください。夫はウニとたらこのパスタ注文しています。せっかく来たのでネギとかいろいろとフルトッピングつけていました。私はこの日はあっさり系の気分だったので、しらすパスタにイクラのトッピングです。本当にこれが美味しくてたまらないです。一応乾麺と生麺選べるんですけど、今回は私たちは乾麺にしました。基本的に全て美味しかったんですが、ウニとたらこのパスタは特に印象に残るほど美味しかったです。次のカフェはこちら、焙煎所とカフェがセットになっているコーヒーロースタリー目黒というところに来ました。焙煎をしているのでコーヒー豆のめちゃくちゃ香ばしい香りが漂ってきます。カウンター席やテーブル席があって、ワンちゃんが同伴 OK でキッズメニューもありましたので、ペット連れやお子様連れの方にも優しいお店となっています。テーブルも結構広くてゆっくりできました。私は大人のカフェラテというものを注文しました。本当に濃厚なカフェラテでめちゃくちゃ美味しかったです。このカフェもまた絶対に次も来たいなと思えるカフェでした。冷たい？山下公園を散歩しながら桜木町方面へと向かっています。たった2日間だけなんですけど、本当にあっという間で充実した日々となりました。横浜って本当に行くところがたくさんあって、歩いてるだけで本当に気持ちよくて大好きな街なんですけど、洋風な建物があったり、ちょっと外国チックなところもありながら開放的な場所で、横浜は何度来てもいい街だなって思います。旅の最後は子供も大好きなジェラート屋さんに行って締めくくりたいと思います。どうでしたか、横浜は？私があまおうと金太郎ミルククリーム、こっちがピスタチオとなんだっけ、ラムレーズン。ラムレーズン、これがとちおとめとチョコミントです。美味しい。Spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. KG saxophone.
楽しみ。いただきます。